今回は最高のノックアウトアーティスト、ライト級1位、ジャスティン・ゲイジーの紹介をしたいと思います。ジャスティン・ゲイジーです。MMA 戦績22勝3敗、UFC 戦績5勝3敗です。アメリカ合衆国出身の31歳です。22勝のうち20回フィニッシュしており、19回は KO、TKO で勝利しているフィニッシャーです。アグレッシブすぎるファイトスタイルで前に出て派手に殴り合い、お互いダウンする一進一退の攻防をし、ボコボコにされても逆転で KO するような激しすぎるめちゃくちゃ面白い試合をします。現在 UFC8 戦で7試合ファイトボーナスを獲得している名勝負製造機です。4歳からレスリングを始め、高校時代はアリゾナ州王者に2度輝き、大学時代では NCAA ディビジョン1でオールアメリカンに選出されるほどのレスリングエリートです。大学のレスリング部に UFC のレジェンドジョルジュ・サンピエールなどの MMA ファイターが出稽古に訪れていたことから MMA に興味を持ち、2011年に MMA プロデビューをしております。2013年から UFC ベラトールに次ぐ第3の団体 WSOF に参戦し、ヒーローズドリームにも出場していた JG カルバンに TKO 勝ちを挙げ、2014年に WSOF 王者に輝きました。その後 WSOF ライト級王者を全て TKO 勝ちで5度も防衛を行い、17勝無敗の戦績で2017年7月 UFC と契約しました。UFC デビュー戦ではいきなりランキング5位のマイケル・ジョンソンと対戦し、ジョンソンのパンチで何度もダウン寸前に追い込まれるも、スタンドパンチと膝蹴りの連打で2ラウンド TKO の逆転勝ちで素晴らしい UFC デビューを飾りました。しかしその後ランキング4位の元王者エディ・アルバレスと対戦し、序盤から一進一退の攻防を繰り広げるも KO 負けを喫し、キャリア初黒星。後の元暫定王者、当時ランキング5位のダスティン・ポイエと対戦し、激しい打撃戦を繰り広げるも4ラウンドにローキックに合わされたカウンターの左ストレートでぐらつき、追撃のスタンドパンチ連打で TKO 負けを喫したゲイジーは近いうち引退するとも発言しておりました。当時は WSOF では無敗だったゲイジーも世界最高峰の UFC では厳しいかと思われました。しかし2連敗後、今までの何が何でも前に出続けるファイトスタイルから行くところは行く、ただ無茶に攻めすぎないファイトスタイルに変更し、当時ランキング10位のジェームス・ビッグに右ストレートで1ラウンド KO 勝ち、当時ランキング6位のエジソン・バルボーザに右フックで1ラウンド KO 勝ち、当時ランキング4位のドナルド・セラーニに右フックからのパウンドで1ラウンド TKO 勝ちと、いずれも最高の勝ち方で3連勝を挙げ、2020年5月、当時ランキング1位12連勝中のトニー・ファーガソンと UFC ライト級暫定王者決定戦が決定しました。試合前の記者会見でゲイジーは、勝ち負けはそれほど重視していない、絶対に諦めない、その姿勢を持って戦いたい、25分間戦い続ける、トニーにはエルボーで俺の鼻を折ってほしいよ、レスリングを始めてから12年間鼻が通っていない、エルボーで鼻を壊してもらって UFC に手術代を支払ってほしいんだ、ほんとエキサイティングな試合になるよとクレイジーなコメントを残しておりました。試合はゲイジーがパンチでファーガソンを何度もぐらつかせ、5ラウンド終盤に左ジャブ連打で完全にダメージが蓄積したファーガソンの様子がおかしくなり、交代するとレフェリーが試合をストップし TKO 勝ちにてゲイジーは UFC ライト級暫定王者に輝きました。試合後ゲイジーは UFC 代表でエナ・ホワイトから腰に巻かれたベルトを外し、本物のベルトが欲しい、最高の気分だけど自分の中ではハビブと戦わなければならないって気持ちになっているよ、自分のことをチャンピオンだとは考えられないね、何度も言うが自分に満足することはできない、みんなは彼らのことを任すことができないと思っている、このスポーツを4歳からやってきた、1日だってサボったことはないんだ、アメリカを代表して戦った、ロシアも強いけど彼以外に戦う相手はいないと正規王者ハビブ・ヌルマゴメドフとの対戦をアピールし、今回のタイトル統一戦にたどり着いております。ゲイジーは ESPN のインタビューでヌルマゴメドフ戦について次のように語っております。彼は私をフェンス際に押しやるのに苦労するだろうね。彼の血を見ることになるのは明らかだ。彼には自分の血を見てほしいし、その反応も見てみたいね。彼は私ほどクレイジーだとは思わないし、そこが重要な点だよ。ポイエ戦、アルバレス戦の2回の敗戦で誰もが私のことを終わったと言っていた。私の試合をみんな転んでくれたけど、世界タイトルをかけて戦うチャンスは絶対にないと思われていた。この試合でレガシーを残すことになるだろうね、と語っておりました。また今回の UFC ライト級王座統一戦でゲイジーは両親を試合会場であるアブダビのファイトアイランドに招待しており、試合前の記者会見でこう話しております。両親は今まで海外旅行をしたことがなかった。両親は自分と兄弟に全てのお金を負担してくれた。
レスリングトーナメントに行くときは両親が 2,3 時間運転しなければならなかったし、経済的に厳しくても必死に働いてレスリングをやらせてくれた。父は37年間働いた仕事を1年前に退職し、試合が開始したらファイトマネーが保証されるから、母親も35年間勤めている仕事を退職することができる。今回のタイトルマッチにビジネスクラスで招待し、この試合で親に楽をさせて恩返しができることほど幸せなことはないと語っております。レスリングの猛者ジャスティン・ゲイジーならヌルマゴメドフのグラウンド地獄に持っていかせず、スタンドで戦い、ライト級で一番ゲイジーがヌルマゴメドフを倒せる可能性が高いのではとも言われておりました。1ラウンドからスタンドでプレッシャーをかけ続けるヌルマゴメドフに対し、ゲイジーのパンチ、ローキックを何発かヒットさせます。しかし2ラウンドにテイクダウンを奪われると、マウントから三角締めでゲイジーは失神。一本負けにてゲイジーは UFC ライト級王者に輝くことはできませんでした。また試合後、ヌルマゴメドフは幼少期からのコーチである父親の死を受け引退を発表しております。とにかく前に出続けるノックアウトアーティストジャスティン・ゲイジーも MMA 戦績29勝0敗のハビブ・ヌルマゴメドフ相手にはプレッシャーをかけられ続け、いつものジャスティン・ゲイジーを見せることはできませんでした。試合後ゲイジーはオクタゴンに入るたびにアドレナリンが出て生きていると感じるよ。ハビブは辛かったと思うがやるべきことをやった。ハビブのお父さんも誇りに思っていると思う。自分は生活のために戦っている。三角締めでのフィニッシュだったので大きなダメージを負ってない。早いうちに試合がしたい。8週間後には試合をしたい。次は負けないよと語りました。ハビブ・ヌルマゴメドフの引退により UFC ライト級王者は空位になります。次の UFC ライト級王者を狙う激戦区ライト級の猛者中の猛者たちがベルトを奪い合うと見られております。4位、元 UFC フェザー級ライト級同時2階級王者コナー・マクレガー。3位、元 UFC ライト級暫定王者トニー・ファーガソン。2位、元 UFC ライト級暫定王者ダスティン・ポイエー。1位、元 UFC ライト級暫定王者ジャスティン・ゲイジー。そこに先日 UFC と電撃契約した3度ベラトール王者に輝いているフィジカルレスリングモンスターマイケル・チャンドラーが加わり、この5人でベルトを奪い合うと見られております。1月に UFC 非公式のチャリティーマッチになるのか UFC でやるのか未定のようですが、4位コナー・マクレガー対2位ジャスティン・ポイエーが行われると見られております。同じく1月にマイケル・チャンドラー対3位トニー・ファーガソンの噂もされておりますが、チャンドラーは新チャンピオンを決めるためのトーナメントがしたいとも話しており、この先5人でどのような展開で新王者が誕生していくのか非常に楽しみです。またゲイジーはライト級屈指のレスリングの実力者にもかかわらず UFC に参戦してからレスリングをほぼ使わず打撃のみで勝負しております。ゲイジーはレスリングはエネルギーを多く消耗しすぎるから疲れるならレスリングよりも打撃を使った戦いで疲れた方がいい。ポイエー戦では何度か彼をテイクダウンできたはずだし、特に彼をぐらつかせた時はテイクダウンすべきだった。でもとにかくそれができない。自分にとって楽しくないと語っております。またアマチュア MMA で5試合するまで打撃の練習を全くしていなかったそうで、それまで1対1のスパーリングもパンチを打ったことも打たれたこともなかったそうです。以上です。 UFC ファイターズガンシリーズ5人目はジャスティン・ゲイジーを紹介しました。今後も各階級の王者トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね、評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。